はい、皆さんこんにちは。モノルです。ブルックのウィングマン FGC レトロっていうコンバーターのレビュー動画になります。今こちらにあるコントローラーですね。こちら PlayStation 1で使えたデュアルショック1ですね。第1世代目のこのアナログスティックがついたデュアルショックっていうことで、こちらがデュアルショック2。になります。PlayStation 2で使えるコントローラーでした。この2つのね、コントローラーっていうのをパソコンや PlayStation 4、PlayStation 5につなげて使うことができるコンバーターっていうのがこちらの製品になってます。私はですね、こちらのコントローラーをめちゃくちゃ使い込んでですね、特にレーシングゲームが昔は好きだったので、グランツーリスモをやり込んだ記憶があります。こちらグランツーリスモ2をやり込んだコントローラーですね。このアナログスティック本来デコボコしてるんですけど、ツルツルになるまで使い込んだっていうね、そんな記憶があるこちらの2つのコントローラーですね。いつも通りですね、正規代理店のチャプスタブルックさんからこちらのコンバーターを提供いただいて今回ご紹介していくんですが、話をいただいた時にはですね、もうそれは絶対面白いと思ってね、今回、やってみることにしました。PC につなげることができるっていうことはですね、もちろん Steam のいろんな過去のレトロゲーム系ですね、PlayStation や PlayStation 2のリメイク作品なんかもこれで遊べたりとかですね、当然、ブルックのコンバーターなんで Apex Legends をこちらで遊ぶことができるっていうところで、それがね、ちょっとやりたくてですね、今回、動画を撮ってます。ちょっと中身見ていきたいと思います。もうすでに本体はこちらにね、つなげているんですが、簡単な、冊子類ですね。取扱説明書が、こんな取扱説明書の冊子ですね。はい。英語版の取扱説明書っていうのも入ってますね。詳しい取扱説明書を別途ね、オンラインで、入手することになります。その他にはですね、よいしょ。はい、ブルックへのサポートありがとうございますというようなウェルカムカードみたいなものが入ってます。そして、これはなんていう名前のキャラクターなのかわからないですが、ステッカーがね、2種類入ってました。はい。という感じになってます。本体の方はこんな感じです。USB Type-A 端子がついていて、その反対側がこの PlayStation のね、接続ポートになっているっていう感じですね。はい。こういった形の製品になってます。すごく昔ですね、PlayStation 2のコントローラーを使うためにこういうですね、コンバーターっていうのを使ってパソコンにつなげてですね、オンラインゲームやったりっていうこともやってた記憶があるんですけど、そういった製品って今ほとんど廃盤になっちゃってですね、なかなか入手できなくなってるんですが、こちらならね、今でも PC に PlayStation 2や PlayStation のコントローラーつなげて使えるっていうことでね、こちらで、いろんなゲーム遊んでいけるっていうのはね、すごくありがたいなっていうふうに思いますね。ただちょっとですね、価格の方とかも見ていきたいんですが、こちら、ブルックウィングマン FGC レトロこの黒一色でですね、価格は現在 Amazon で6490円ということになっています。はい。で、今回ですね、私こちらの PlayStation 1の方のコントローラーですね、DualShock 1、型番としては SCPH1200 っていうね、こちらのコントローラーですね、中古で入手しました。実際ですね、実家まで帰ればですね、この PlayStation のコントローラーとかね、あるんですけど、ちょっと持って帰るのがめんどくさかったっていうので、普通に近場でね、中古で購入して900円でした。で、もう一個ですね。こちらの DualShock 2に関してもですね、同じように中古で購入して900円ということでね、とても安く入手できたかなと思います。もちろんですね、清掃とかほとんど何もされてない状態だったので、分解清掃ですね。またこれ、アルプスティックなので、スティックのセンサーのところの掃除っていうのもやっておきました。まずは DualShock 1の方ですね。こちら、つなげる方法っていうのを見ていきたいと思うんですが、このブルックのウィングマン FGC レトロをですね、まず PC にこのまま USB ケーブルで接続します。で、この状態でですね、こちらにコントローラーを接続してあげます。はい。これだけですね。これでちゃんと LED も光ってですね、使えるようになります。そしたらちょっとね、動く様子っていうのをゲームパッドテスターでも見ていきます。はい、ちゃんと動いてるかなと思いますね。はい。全部のボタンを置きます。ただですね、こちら、ちょっと1点だけ注意が必要でですね、セレクトボタンがですね、ちょっとファンクションキーみたいな、ちょっと特殊なキーに FGC レトロの場合は割り当てられています。
セレクトを押しながらいろんなボタンを押すことでちょっと動作が変わるっていうね、そういうちょっと特殊な動きをするセレクトボタンになっているので、セレクトを入力したい場合は、スタートとセレクトの同時押しですね。これをする必要があります。はい。この時一瞬だけスタートが押されてしまうので、ゲームによってはね、セレクトを入力することが難しいっていうことがありますね。例えば Apex Legends なんかだとね、セレクトが入力できなくて、先にスタートが反応しちゃって、メニューが出てきてしまうので、マップが開けないっていう問題があります。ということでね、これだけはちょっとね、この FGC レトロを使う時の注意点っていうことになります。で、この状態でですね、DualShock 1でね、シーエンドチェックやると非常に面白い結果が出ます。はい、こんな感じです。すごく四角形です。だいたい 70% ぐらい斜め入力でもマックス入力が維持されるって感じですね。これは相当強い四角形になってるかなと思いますね。当初のDualShockってこんな感じだったんだなっていうのはね、結構面白いかなっていうのと、あとは遊びが大きいですね。1割ぐらいだいたい遊びになってます。こっから先やっとバネの反発力が感じられるっていうね、そんな感じの遊びになってますね。はい、これはDualShock 2も全く同じでした。なので、接続してあげてそのまますぐ使えますということになってます。DualShock 2に関しては全く同じ接続方法で、ちゃんとね、使うことができました。はい。PlayStation 5への接続方法なんですが、普通にですね、PlayStation 5に FGC レトロとコントローラーを接続します。そしたらホームボタンを押さなきゃいけないんですが、ホームボタンありません。なので、ファンクションキーですね、セレクトボタンと L1 ボタンを同時に押します。これでホームボタンを押すことができるので、このようにですね、普通に、コントローラー認識させるっていうことができるようになってます。じゃあ Apex の方ちょっと遊んでみたいと思います。はい、もちろん普通にですね、使うことができます。よいしょ、ちょっとキーワリアティを変えたいな。カスタムでジャンプをこれ、しゃがみをこれで、OK です。はい。はい、普通にですね、遊ぶことができてますね。こんな感じで、PlayStation 5でもですね、普通にPlayStation 1のコントローラーが使えます。感覚どうでしょう？ちょっと遅延大きめってことなんですけど、あんまり、そんなに極端に遅延が増えてるなっていう感じはしないですね。全然、使えるような気がしますね。PlayStation 5の場合ですね、セレクトボタンはセレクトと四角で押せますので、こっち側はね、結構ちゃんとマップとかが開けるんですよね。スタート、セレクト同時押しだとこんな風にキャプチャーボタン扱いになるんですけど、PC もね、セレクトと四角でマップ開けてくれたらいいんですけど、セレクトと×、四角、三角、丸すべてのボタンでマップが開けますね。はい。なんで、これでも全然、PS5 では問題なく使える感じがしますね。はい。全くもって使い勝手は悪くない気がしますね。なんでね、PlayStation 5で販売されているですね、リメイク作品とかやるときにね、こちら、FGC レトロ経由でDualShock使うとかも結構いいかもしれないですね。こっちであればセレクトボタンもしっかり使えるっていう感じになってます。というわけで、じゃあ DualShock と DualShock 2のですね、スティックの感度っていうのがどうなっているのかっていうのも調べてきました。はい。で、こちらがブルックウィングマン FGC レトロを介して DualShock 1と DualShock 2をですね、接続した時のスティック感度カーブですね。右スティックの X 方向になります。パッと見ちゃんとリニアかなと思います。ちょっと感度が高めかなというふうに見えますが、リニアとの誤差を見てみるとですね、だいたい2割ぐらいですかね、感度が高いっていうことになってます。
これはですね、デュアルショック1、2に関してはですね、このぐらいの感度だったっていうことですね。デュアルセンスに関してはですね、この辺までね、スティックの感度っていうのが伸びてるっていうかね、反応する領域ちょっと伸びて低感度になっているっていうことがわかりますね。でも、デュアルショック、デュアルショック2、両方ともとても優秀なね、リニアなカーブだったかなっていうふうに思いますね。実際、Apex でプレイしてみてもですね、本当に真ん中ら辺のところっていうのはね、遊びが大きすぎてですね、中遠距離はほとんど使い物にならなかったんですけど、近距離はめちゃめちゃ使いやすかったっていうね、そういう印象のあるコントローラーでした。はい。で、遅延の方も計測してきたので、そちらも見ていきたいと思います。はい。いつも通り遅延の計測はですね、ゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうソフトウェアで、計測を行いました。赤色の方がデュアルショック1で、緑色がデュアルショック2です。結果としてですね、平均で見るとデュアルショック1の方は 6.92 ミリセカンド、2の方は 10.74 ミリセカンドっていう結果だったんですが、さすがにですね、この世代のコントローラーですね、この横幅が広くてですね、最大値の方が結構遅いかなっていう感じの結果になりましたね。デュアルショック2のこの 0.5 ミリセカンドに出てるやつっていうのはちょっとね、計測ミスってるかなと思いますので、これは無視していただいていいかなと思います。デュアルショック2本来もうちょっとですね、遅延大きかったかなと思います。意外なところっていうのはやっぱりこうデュアルショック1の方が遅延が少なかったってところですかね。はい。こっちだったらですね、よっぽどこう対人性のね、Apex Legends みたいな、結構シビアなゲームじゃなければですね、普通に使っていけるんじゃないかなっていうぐらいの遅延だったかなと思いますね。最低の遅延は 1.6 ミリセカンドですから相当早い気がします。ポーリングレートがね、どうしても遅いっていうので、この内部で使ってるチップの性能がね、結構低いっていうことが原因で、こういう風にね、幅広い、結果になっているのかなっていう風には思いますね。デュアルショック2がね、私の個体の問題なのかですね、全然こう、実際 Apex で使ってもですね、かなり厳しいコントローラーだったっていうところでですね、主に私はこのデュアルショック1の方のね、コントローラーで遊んでいたっていう感じになります。はい、それで、ブルックウィングマン FGC レトロ経由でデュアルショックをプレイステーション5につなげた時の遅延っていうのはね、こんな感じでした。77.46 ミリセカンドってことで、デュアルセンスエッジを直接接続した時に比べて10ミリセカンドぐらいの遅れっていうことですね。本当にシビアなですね、格ゲーだとかですね、あとは Apex Legends のスーパーグライドとかですね、そういったことをしなければ、ほとんど気になることはないぐらいの遅延かなとは思います。なんで、普通のね、レトロゲームとかをやる分には問題になることはないかなっていう感じですね。で、遅延とね、スティック感度とかを見てきた通りですね、実はこのデュアルショックをこの FGC レトロを通して使うとね、全く問題なく使えちゃうっていうことがね、今回検証してみて分かりました。もう本当にですね、これ、このコントローラー、30年前ぐらいのコントローラーということなんですね。実際しっかり調べたところですね、28年前に発売されたコントローラーってことで、それほど古いコントローラーが今でも現役で使おうと思えば使えるっていうね、そういうことが分かったわけなんですね。これは本当に驚きだなっていうふうに思います。もちろんですね、アナログトリガーついてないので、L2、R2 ボタンなんて言ってたような気がしますけど。で、その点、デュアルショック2はここのね、L2、R2 が感圧式センサーのトリガーになってます。分解してみた感じとかもですね、デュアルショック1の方がちょっと出来がいいんじゃないかなって個人的にはちょっと思ったようなところがありました。このあたり実際ですね、どういう風に言われてるのかとかもちょっと興味があるところなんですけど、あんまり私はね、このデュアルショック2っていうのはね、そこまでね、デュアルショック1に比べたらですね、完成度高いとは思えなかったっていうね、ところがありましたね。はい。ただね、レーシングゲームとかをやるにはどうしてもこの感圧式のね、アナログトリガーが必要だったので、こちら側でね、レーシングゲーム遊んだりっていうこともやってきましたので、ちょっとね、この後はゲームプレイの方をじっくり見ていただきたいと思います。
まずは黒持ちとかね、コントローラー自体に慣れるためにミックステープをちょっとやってきました。結構ですね、やってたら割とすぐ慣れたんで、カジュアルの方にこんな感じで行ってきたっていうところです。見ていただくと分かる通りですね、もう近距離戦しかやってないです。中遠距離は本当に難しいコントローラーなので、基本近距離で、こんな感じでね、戦ってるって感じでした。で、操作感とかね、遅延の感じとかね、全く気にならなくてね、かなり、当てやすいというかね、すごくいいスティックだなって感じでした。さすがにね、ちょっと離れると、このぐらいの距離になるとね、もう難しいっていう感じがあったんですけど、このぐらいの距離とかはまあまあ当てられるかなっていう感じでしたね。本当にね、でもやればやるほど徐々にこの遊びの感じっていうのにも慣れてきてですね、例えばこういう腰打ちとかもね、結構当てていけるようになったりとかですね、そんな感じでね、さすがにランクをね、このコントローラーで回そうっていう気にはちょっと慣れなかったですけど、カジュアルとかミックステープとか、あとは最近だとワイルドカードとかをやる分にはですね、全く問題ないコントローラーかなっていう感じですね。コントローラーというかこの FGC レトロとデュアルショックの組み合わせですね。で、この遊びがすごく大きくて難しいっていうところなんですけど、徐々に慣れてくるんですよね。で、上手くなっていくっていうのが体感としてね、あって、それがまた楽しいんですよね。結構ですね、空いた時間に1週間ぐらいですかね、カジュアルとかを、このコントローラーで回すっていうことをやってました。で、場面変わってですね、こちらデュアルショック2の方ですね。で、プレイしてきた様子です。こっちはですね、スティックがなんか妙に硬くて、で、しかも摩擦が強すぎてですね、なんか動きがね、ぎこちなくなっちゃったりとかですね、そういう感覚っていうのがありました。遊びの大きさとかね、新エンドとかはデュアルショック1と変わらないんですけど、ちょっとね、このコントローラーで FPS ゲーム結構きついなっていう感覚がずっとありました。やっぱりですね、デュアルショック1の方が当てやすいかなっていうね、そんな感じがしますね。中古なんで個体差っていうのもね、結構あるかもしれないですけどね。はい、場面変わってコールオブデューティーブラックオプス6ですね。エンペックスの時とね、同様にですね、強くはないかなっていうふうには思います。ただやってて面白いっていうね、ところは大きいかなっていうんでね、かなり機敏に動くスティックでもあるのでですね、非常に遊んでて楽しかったですね。やっぱり微妙な調整っていうのが難しくて、ちょっとね、行き過ぎたり、追い切れなかったりみたいなことっていうのはあったんですけど、この難しいコントローラーで遊ぶっていうところもね、またチャレンジングな感じがして面白かったですね。決してね、遊びづらいっていう感じはなくて、ただスティックの遊びがちょっと大きいのが難しいかなっていう感じでしたね。今のね、コールオブデューティーをですね、30年近く前のコントローラーで遊ぶっていうのがね、またちょっと楽しいかなっていうふうに思いました。はい、そしたらスト6でね、まずはこのデュアルショック1の方から、テストしてみたいと思います。なるほど。結構素直にこうパッと波動コマンドを入れるとですね、斜め抜けが結構すごいありますね。なんでちょっと意識的に斜め下を入れてあげると入りますね。これもですね、昇竜もむずいですね。昇竜がいっちゃむずいかもしれん。いや、この時代のね、格ゲーやってた人からしてみればこれが当たり前だったっていうことなんで、かなり難しいですね、やっぱり。なんとかコンボ完走することができました。かなりね、難しいかなって思いました。やっぱり、古いだけあってですね、斜め入力が入りづらいっていうのと、結構硬いですね、十字キーが。こんな硬かったっけなーっていう感じなんですけど、ちょっとね、硬いかなって感じで、ボタンの連打はさすがにやりやすいなって感じはするんですけど、
どうしてもこのね、斜め抜けがするんで、この昇竜だと入んないんで、ギュッて押さなきゃいけないですね。でもコツつかめばね、割と普通に操作はできるかな。ちょっとね、左手の親指が痛くなりそうな感じっていうのはありましたね。じゃあ DS2 の方、やってみたいと思います。おお、なるほど。いや、はい、結構ですね、コンボ入れやすかったんですけど、ちょっと不思議な感じですね。十字キーとボタン、非常に柔らかかったんですけど、なんかね、軽く入力しすぎると全然入力が入んないっていうね、感じがあったので、ギュッてある程度力を込めて、柔らかいけど力を込めて入力しないと入んないって感じがありました。斜め抜けとかはね、だからよくわからないんですよね。力を入れないとどうせ入力されないんで、結構力入れて入力するんですけど、そうすると斜め抜けしづらいっていうね。でも今斜め抜けしましたね。なんでこれちょっとね、やっぱりこっちもね、十字キーとかもね、DS1 の方が私は好きかなって感じですね。全体的に FPS ゲームでも格ゲーでも他のゲームをやるときもね DS1 の方が好きかなーって感じがしましたね。はい、スト6はそんな感じでした。はい、最後に、アセットコルサですね、デュアルショック2で、アナログトリガー加圧式のものっていうのを試してきました。私、グランツーリスモ2とかですね、このコントローラーでね遊んでたっていう記憶があるんですけど、その時代の記憶が蘇るっていうね、そんな感じの、プレイになりましたね。意外とですね、操作自体はできたかなとは思います。アクセルワークに関してはね、このゲームトラクションコントロールが入るので、そんなにね問題にはならなかったんですが、ブレーキングがね難しいっていうね、そういう感覚がありました。なんとなくね、ほぼ3段階ぐらいのね、調整しかブレーキっていうのはできなかったかなっていう感じで、実際この辺りとかねブレーキングミスってるんですけど、さすがに加圧式のアナログトリガーはね難しいですね。ただタイム的にはですね意外といいタイムが出せたのでですね、やり込めばねこの加圧式センサーのトリガーでもレーシングゲーム結構ね、使いこなしてね、いいタイムで走れるようになっていくんじゃないかなっていう感覚はありました。でこのコンバッターですね、FGC レトロを経由するとですね、振動機能が機能しないっていうところがありましたね。できればですね PC でね振動機能使えたらいいのになっていう風なことはちょっと思ったんですけど、そのあたりね今後製品がねもし新しい製品が出てきたりなんかしたら実現したりするのかなっていうのはちょっと楽しみなところではあります。あとレーシングゲームといえばネジコンですね、ちょっとね私手元になくて、試せなかったんですけど、もしねネジコン持ちだったらレーシングゲームにはね非常に相性がいいんじゃないかなって思いますね。総じてデュアルショック2は普通にレーシングゲームでね、PC で使っていけるかなっていうふうに思いました。他にもですね、このクロノクロスですね、こちらをデュアルショックで、遊んだりっていうこともちょっとだけね、お試しでやってみたりしました。セレクトボタンだけちょっとね、うまく機能させられないっていうところがあったりとかしたんで、そのあたりちょっと注意が必要なんですが、最悪ねキーボードのキーで、代わりに押すことはできるかなって思います。今見てもですね本当に音楽がいいゲームだなってね、そんな風に思ってね、できたらねずっとやり続けたいんですけど、いかんせんやる時間を取れないなっていうところなんですが、もしね、時間ある方いらっしゃったらぜひぜひクロノクロスとかね、全編通して遊んでいただいたら面白いのかなっていう風に思いますね。
はい、最後におすすめしたいゲームっていうのがこちらですね。Steam 版のスターオーシャンセカンドストーリー R です。このゲームは個人的にすごくハマってね、武器のね、製造とかをね、結構、やり込み要素でいろいろできたりするっていうのが特徴なんですけど、このね、セカンドストーリーの方、めちゃくちゃおすすめです。グラフィックがすごく綺麗になっていてですね、このスターオーシャンセカンドストーリー結構ですね、世界観がね、いいゲームだなっていうふうに思うのでですね、このあたりですね、リメイク作品でね、楽しまれるとね、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。私もこっちに関してはちょっとやりたいなって本気で思ってたりします。はい、以上ですね。ブルックのウィングマン FGC レトロコンバーターのレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。いや、本当に30年近く前のこのデュアルショック1っていうね、このコントローラーがめちゃめちゃね、普通に現役で使えるっていうことに驚きでした。全くもって問題なく使えたかなっていうぐらいな感じでしたね。唯一ですね、この FGC レトロの仕様としてセレクトボタンが使いづらいっていうところとかね、やっぱりちょっと遊び大きすぎるなっていうところはあったんですけど、すごく楽しくてですね、小さい頃に使ってたコントローラーをこの年になって使うっていうのをね、すごく楽しくて仕方なくて、いろんなゲームを遊んでしまいました。しかも私普段ね、全く黒持ちとかもしなくてですね、Apex のね、黒持ちとかってね、全く試したこともなかったんですけど、このコントローラーで試してみるとね、それも面白くてですね、黒持ちを身につけてしまうなんてこともありましたね。昔ずっとね、学校から帰ったらですね、握りしめて遊んでいたコントローラーでね、今遊べる。しかも最新のゲームをね、遊べるっていうのはすごくね、楽しいかなっていうふうに思いますので、よかったら皆さんもね、この FGC レトロでですね、デュアルショック2、またはですね、ネジコンとかね、そういうコントローラーとかもね、入手するのが結構難しかったりするかもしれないんですけど、ぜひね、いろんなコントローラーを楽しんでみてはいかがでしょうか。今回も概要欄の方にですね、商品へのリンクっていうのを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。